配給になってね。はい、ペコさん大豆ポト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 。なんだこの大豆味がないけどな、でもこれしかないから頑張る、いいか別にってなるわけですよ。美味しいきな粉に出会ったのがきっかけで訪れた鹿島パラダイス。前回はなぜ自然栽培をされるのか伺いました。今回は大豆の話をたっぷり聞かせていただきました。美味しさってあるじゃないですか。あ、いいですね、その話好き。そう、美味しさってあるじゃないですか。あるんですよ、ね。僕はこういうので食べて、いやうちじいちゃんが作ってるから、おばあちゃん作ったトマトが一番美味しいんだよね。それ感情論じゃないとね、まあ実際、まあその人にとってはそうなんですよ、ね、そうだし、それはもう全然正解なんですよ。それだってばあちゃんが俺のためにね、私のために作ってくれたトマト、精魂込めて作ると、それは美味しいに決まってるんですよ。でもそれは置いときます。はい、置きましょう何が美味しさを決めてるのか聞きたい。聞きたいでしょ。はい、遺伝子がまあ7で育てる環境が3以上ですって話なんです。美味しいものを食べたいと思った時に、まあみんな種まくところから始める人なんかほとんどいないのは知ってるんですけど、まあ僕は全部やってるので、最終的にこういうもの、もうこんな美味しいものを作りたいってなったら、そこから逆算して品種決めていくわけですよ。で僕はその品種のその力ってすげえなって身に染みで感じてる人だから、品種選びを失敗したらあと全部失敗です。だから品種選びはまずやらないといけないんですよ。美味しい品種を選んで、まあ今のところ僕のその経験上でいくと、もう絶対自然栽培でやった方が美味しくなります。これは間違いないです。これはもう間違いない、もう申し訳ないけど、ね、悪くないよ。悪くない。申し訳ない。だから僕はだって全部やって行き着いちゃったんだから、もうしょうがないじゃんって話なんですよ。別に批判とかじゃなくて、そうなっちゃったんだから仕方ないじゃんっていう話なんですよ。品種はほぼ全てです。はい。みんなね、そこそげ落ちてる人が多いんですよ。で、なんでかっていうと、例えば美味しさで値段決まらないんですよ。日本の農産物の出荷っていうのは全部市場とか農協から市場行ってっていう、まあそういう流れがほとんどなので、じゃあほうれん草、甘いほうれん草出てきました、美味しいほうれん草出てきましたって言ったって、いやまあ頑張ったねって言われるだけで、別にだからといってじゃあ倍の値段で買ってやるよとかにはならないんですよ。ちゃんとグラムが入ってて、ね、枯れた葉っぱが入ってなくて、こう荷造りがもう綺麗で葉っぱとかも折れてなくてね、病気も入ってないし、規格内で綺麗だねっていうのが、別に悪気はない、悪気はないね、悪気はないけれどもそうなってる仕組みね。だから美味しいものを作ってもしょうがないんですよね。だからセンター試験受けるのに保健体育いくら頑張っててもしょうがないじゃないですか、農家は。ね、いいこと言うな。ね、何回か言ってるなこれ多分。そう何回も言ってますけど、評価されるとこを頑張るじゃないですか。これ当たり前な話じゃないですか。でそうすると今度はその種を作ってる種屋さんの品種改良でそうなってくってことなんですよ。美味しさに特化して作りにくい、要するにもう病気には弱いし、収量は取れねえし、形はばらつくしみたいな品種だけど美味しいよって言ったって誰も農家買わないんですよ。種屋は農家に売るわけだからね、農家がお客さんなんだから、マーケティングしたらそうなるわけだから。で育種ってちゃんと目標があるんですよ。育種、要するに種を作る作業、こう交配してとか、まあもちろん遺伝子組み換えとか、まあそれはまあね、日本ではそんなまだないですけど、はい、まずだから病気に強いとか何々をしてる、もちろん美味しいのもあるから美味しいとかも入ってくるんですよ。だけどちゃんと優先順位があるわけ。優先順位通りにやってる。でそうするとじゃあね、収量が多いとか、もうなんだか病気に強いとか、その玉揃いがいいとか、味って実は4番目5番目になっちゃうんですよ。要するにまあ言ってみればもう4番目5番目になっちゃう時点でもうまずくなきゃいいレベルになっちゃうんですよ、仕組みとして。すごく考えさせられますね。はい、
これ結構みんな知らないんですよ。大豆の仕組み。大豆の仕組み。言っても大丈夫なやつですか？言って全然大丈夫だってだってそうなんだからそうなんだからっていうそうなんだ話をするだけの話なんで、僕のちょっと歴史から言うと、はい。収納1年目に、まあ大豆がすごい基本な作物、自然栽培やる基本な作物、大豆をやろうって言って、で大豆を種をまあ買いたいな、買ったんですよ。はい。でそれは茨城県の指定品種って言われてる品種を買ったの。だからその方が手に入れやすいから。指定品種。指定品種で、これは全都道府県、はい。まあ都道府県にはい。何種類かその県の指指定品種っていうのがございます。はい。でそれで僕がそれを買って作りました。もうこれはもうさぞかし自然栽培であるから美味しいものができちゃうんですよ。へいっていうね、テンションマックスですよ。どうかな。でそして取れましたね。俺煮豆が好きだからさ、五目煮みたいなのが好きだから、生々しい話。そうでそれを作って、まあとりあえずこう味付ける前にこうつまんでみましたよね。はい。もうなんと無味無臭。まあ僕はびっくりしたわけですよ。大豆ってこんなんなのかと思ったんですよ。美味しくねえじゃんそもそもって思って、でそれで僕の先輩の子にその話をしに行ったんですよ。聞いてください。美味しくないっすよ。美味しくないです。煮豆好きなのよ俺。なんすかこれみたいな話をしたらもう鼻で笑われて、そうだよからさ、で品種は全部そうだからでこれを作ってみなさいって言われた品種を、まあ、在来種なんですけど、はい、作ってます、ね、これはもう煮ても焼いても糖度も高いしもうめちゃくちゃうまい品種だから、きなこ美味しかった。2年目作ったわけよ。はいね、まあそしたらもちろんですよ、もう全然もうめちゃくちゃうまいわけ、めちゃくちゃうまいわけ、でね、でも唐沢さんだからそのみたいなのはあるんですよ。味が分かるから舌が肥えてるから俺にはどうせ分かんないんだよ。そうそう、このきなこもあのきなこも同じだよね。めっちゃ言われますそれ。言われますよね。言われますよね。言われますね。僕は言いますけど多分目隠しします。ああそう。目隠ししてこれとこれ食べますね。でもどんくらい違うんですかね。水とコーラぐらい違います。じゃあこれ誰食ったってこっちがうめえのに、なんでこっち作んねえんだって話でしょ。でも誰も教えてくれないんですよ。いろいろ調べたら分かったんですよ。なんでかっていうと、指定品種じゃないと農業共済入れないんですよ。農業共済っていうのは保険全部ダメ、台風でダメになります。ああそういうことか。でもう全然ダメですってなった時に保険に入ってればまあ最低限のとこ出るわけですよ。だけど保険に入ってなければもちろんね。でも在来種は入れないんですよ、そこに。やっぱりそれは在来種を守れないっていう判断があるから違うんですよ、そもそも目的が違うんですよ。指定品種っていうのはもう食料安全保障上のものなんですよ。国家的にやってることなので、ある程度の大豆は国産で持っとかないといけないでしょ。そうなんかの時のためにっていうのはね、安全保障だから、周りからじゃあ大豆が入ってこなくなりました、じゃあ大豆ありませんじゃ困っちゃうから、最低限そこはっていうので、だからその収量が多かったり、ね、病気に強かったりやって品種改良してそれを目的のために作ってるから、味とかはないんですよ。要するに食べてクソまずくなければいい。いや例えばもう何も食べ物がなくて配給になってね、はいペコさん大豆ポト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 ってなった時にね、はいで家帰ってそれ煮てこう食べた時に、なんだこの大豆味がないけどね、でもこれしかないから頑張る、いいか別にってなるわけですよ、結局そのための大豆なんですよ。指定品種であれば同じ条件下で収量が少しでもやっぱ取れれば、それをやっぱりそういう風な対象にするわけですよ。でも農業って面積が広くなれば広くなるほど比例してリスクが上がってるわけですよ、ってなると在来種なんか作ってらんないんですよ。だからね、
その国産の大豆だから、お豆腐とかスーパーとかにも国産大豆のやつ売ってますけど、食べても美味しくないんですよ別に普通にね。だけどうちの大豆で作った豆腐はぶっ飛びますから月に1回売ってるんですよ。あ、そうなんですね。だけど50丁しかなくて1丁500円で売ってるんだけど、もう田舎の鹿島に置いてもなかなか食べられない。幻のだって、いやこんな美味しいんだってビビるから、本当ビビるレベルなんですよ。ビビるレベル。だから在来種しかなかった時代の豆腐はこんなんだったんだと思うと、だから美味しい在来の大豆は日本にものすごいありますけど、みんなもう猫の額レベルで作ってます。なんかもう余生でやってるとかね、趣味でやってる、道の駅にちょっと出してみようかなみたいな、そのレベルです。たまに在来種って書いてありますね。っていうことですよ。在来種って美味しいのが多いんですけど、美味しい品種がね、なんでかっていう理由知ってますか？なんでか？なんでか？難しいですよ。移動してない。いや、いや、もっと人間っぽいです。全然ガチ、これね、僕の推察というかだから、はい、どうぞ。私去年在来種の大豆使って大豆作ったんです、仲間と。で聞いたのは、その土地で採れた在来種を人に配るっていうか、これうちのとこのやつどうぞみたいな感じで広がっていくんですけど、信用だから、信用と信用だから、でこの人のところに行ったらちゃんと手厚くケアしてくれるからとか、愛情ね、愛違う、愛じゃない愛もあるね。愛もあるけれども、人間ってね、多分昔の人もそうだったと思うけど、まずいのよりも美味しい方が多分好きだったんですよ。多分その欲求ってずっと多分変わってなくて、で在来種っていうのはおっしゃるとこう種を取ってまた次の年、でまたそれを取ってってやってるじゃないですか。ABCD っていう大豆をまいて、A が一番美味しかったとするじゃないですか。じゃあ来年どの種まく？ですよね。ですよ。A 巻きますよね。巻きますけど。っていうことなんですよ。みんな来年も食べたいと思うんですよ。この品種を食べたい。相当な数、僕たちのご先祖様たちが来年も食べたいっていう積み重ね。いかがでしたか？品種と育て方で美味しさが決まることを教わりました。そして大きなリスクをとってでも美味しいを届けたい、その思いを応援したいと思いました。粗挽きですね。粗挽きのきな粉が入ってると食べますね。この前食べたんだけどめっちゃ美味しい。乳製品も使ってないし、乳製品も使ってないし、増粘剤も全くない。なんと甘酒、さっき聞いたんだけど、あと豆乳とあときな粉と甘酒と、それだけ。あと黒糖ね。そうかそうか。黒糖も天才岩蜜糖とあと黒糖が入ってます。黒糖ももう本当に石灰使ってなかったりだとか、もちろんその動物性のなんかやつ使う黒糖もあって、そのこす時とかそういった時、それも使ってない。その黒糖でちゃんと。こんなのないよ本当に。鹿島パラダイス、キングオブパラダイス、それは唐沢さんのことです。キングオブパラダイス